アンニョン、マキです。今回は韓国人彼氏のご両親に会ってびっくりしたことを2つお話しします。韓国は恋人の家族との関係も結構大事って聞くじゃないですか。私も最初はちょっとドキドキしてたんですけど、実際に会ったら、そうなのそう来るってびっくりすることが2個ありました。日本とは文化が全然違って、それが新鮮だったので、今日はエピソードシェアします。それでは始めましょう。では一つ目なんですか？まず1つ目にびっくりしたのが、彼氏のことをめちゃめちゃ褒めていたことです。二つ目は2つ目は、めっちゃ贈り物をしてくれることです。なんでしょう。じゃあ聞いてみましょう。まず一つ目。一つ目は、息子のことをすごく誇りに思ってて、私の前でもすごく褒めることです。褒めるって、例えばどういった褒めとかあったの？初めて彼氏の家族と会ったのは浅草のカフェだったんですけど、その時に話題を広げようと思って、パク君はどういう子だったんですかとか、日本にパク君がいて心配じゃないんですかっていろいろ質問しました。そしたら、パク君は昔からすごい優しい子で、とか、パク君は日本にいるけど、もう息子の決断だから応援してるのってすごい褒めてて、それに対してどう反応していいかわからなかったです。いや、ありますね。で、僕のお母さんって結構僕のことを自慢と思っていて、僕のことを話したがるんですけれども、例えば親戚集まったりとかすると、パックンは日本で頑張っていてみたいなことをめちゃめちゃ喋るんですね。その時マッキーにも喋ってんだよね。日本ではありえないこともないけど、なんで息子のこと褒めてんだろうって思う人が多いと思います。ちょっと悪い言い方すると、マザコンみたいになるかもしれないよね。子離れできてない人みたいな。日本では、息子こんなにすごいのよとか、こんなすごい学校行ってるのよとか言ったら、ね、自慢にしか映らない。確かにないよね。うちの子、まあ頑張ってはいたんですが、まだ勉強まだまだで、走ることも遅くてみたいな感じだよね。そうです、そうです。例えばじゃあマッキーのお母様に、マッキーのこと紹介してくださいって言われたら、どんな反応すると思う？マッキーってすごい子だよねとか言われたら、まあそう見えるだけだけど、本当は家ではこんななんかだらしないのよとか言うのが普通かなと思います。それがうちのお母さんが特別なわけじゃなくて、日本の親はなんか大体そんな感じかなと思います。僕の母は確かにそういう自慢したがりです。で、これが僕の母だけなのか、韓国人全体なのか、傾向的にって言ったら、確かに日本と韓国を比べたらある気がしていて、まあ日本にももちろんいると思いますが、自分の子供がなんか東大とか行ったら、誇りに思って自慢する人っているじゃないですか、日本でも。そういう現象が韓国にもあって、割合的にはもっとあると思うんですね。で、韓国って特に見せる文化っていうのが日本より多くて、例えばいい大学行ったら服とかもなんか大学の名前が出た服着たりとか、インスタグラムの紹介欄に書いたりとかしています。それが子供だけじゃなくて、親にもそうなりがちなので、そういうことよくありますね。で、ある話によると、なんかタクシー乗ったら、韓国のタクシー運転手さんって話すじゃないですか。その時に自分の子供を話をするタクシー運転手さんも多いらしくてですね、どんどんプライベートな話するんですよね。でも日本のタクシー運転手さんって自分の家庭の話しないイメージがね。余計なこと言わない。なのでこれは確かに文化的なところとしてあるかもしれないですね。もう一個別の話していい？多いよ。今思い出してびっくりした話をします。日本では身内を下げるじゃないですか。うちの父は、こういう仕事をしててとかいう話もするかもしれないけど、別に自慢はしない。でも、韓国はそもそも家族に敬語を使うじゃないですか。例えばパク君もお父さんが何とかされたとか、そういうことを日本語で言ってたりして、なんかそれは別にパク君が自慢してるとかじゃなくて、家族を下げないっていう文化があるのかなって思いました。いや、ある。同じこと思った。僕、日本来て9年目なんですが、未だにそれ慣れてなくて、僕のお母様がこういうことされてて、みたいな。そう。何回か行ったこともありますし、会社の人と話してても、うちの社長、加藤が何々とか言いますが、韓国語でそれ絶対考えられなくて、言い方的に例えば、私たちの大王様のパク様が先日こういうとこやっていらっしゃいましてみたいな言い方するんですよね。だから多分そういったところにも、身内はちょっと下げておいて、相手のことを上げるまではいかないんだけど、身内のことをそんな自慢げにしないっていうのはあるかもしれないよね。他にあるの印象に残ってるパックンの自慢げみたいな話。これカットしていいけど、
パクくんのお姉さんがいて、そのお姉さんとインスタでつながってるんですけど、お姉さんも弟のパクくんが大好きで、パクくんのいい感じの写真をストーリーで上げてたよね。ああ、まあそうだね。あと、パクくんに誕生日プレゼントも買ってくれてたし。おいや、ちょうどあるんですが、イヤホン、パナソニックさんのテクニクスというブランドから、なんか3万円ぐらいするイヤホンをプレゼントしてくれました。でもまあ日本でも家族で仲良くてそういうことする人がいるから別に韓国が特別ってことでもないけど、これやっぱカットでいいかもしんない。いいよ。でもさ、ストーリーでさ、インスタのストーリーで家族を見せる人ってあんまいない気がする。日本で？うん、いない。おー、そうなの？韓国の人は言われてみればあるかもしれないです。昔から今まで家族写真をトップ側にしてる人と結構いますし、家族とどこ遊びに行きました。お母さんと写真ウェイ撮りました。みたいなのもよくあるね。日本でそういう友達いないかも。なんか給料もらったからお父さんお母さんいいとこ連れて行って、いいもの食べて、それみんな写真撮るよとか、そういったことも確かよく見るかもしれない。初任給でパパとかママにおごるようはあるけど、それをなんか人に見せたりしないかも。韓国って別に統計取ってるわけでもないんですが、言われてみればそのプライベートをよくオープンするっていうのは確かある気がする。日本で過ごしていると同じ草野球チームにいても相手がどんな仕事をしているとか、年齢とか全く知らないまま過ごしている。別に知るべき必要ないと思うんですが、で韓国に行くと同じ草野球チームにいる人はなんか年功序列とかなんかもうなんとなく分かってくると思いますし、どこでどういう仕事しててみたいなことも、情報として入りやすいっていうのはあると思うんですよね。でも私の考えが正解じゃないから、家族でめっちゃ仲いい人とかいるから、なんか人それぞれです。っていうことですね。結局文化論の話って結局人それぞれっていう話に集まってくると思うんですが、僕とマッキーが感じたことは、そういうことがあったっていうのがまず一つ目。自分の子供の自慢のさりげなくするっていう話でしたね。で、二つの話何でしたっけ？二つ目は初めてソウルに行ってパク君のお父さんとお母さんに会った時にすごい贈り物をいただいたことです。いっぱいくれたよね。10キロぐらいくれたのでね。くれたね。そうじゃない。これは大前提とても感謝していますが、そう日本語でいい迷惑っていうことがあるじゃないですか。マッキーは持ってないですが、僕がとしては、お母さんはそれいいんだよって感じの韓国食材とかごま油とか海苔とかそういうのをなんか10キロぐらい本当くれたんだよね。というか行った時点でまずフルーツをいっぱいもらって、いちごとかみかんとか韓国の有名なものをもらって、4日間のステイだったのに4日間で毎日食べないと終わらないぐらいもらってさっきパク君が言ってた調味料とかっていうのはこのちょっとだけくださいみたいな、くださいとも言ってないよね。ちょっとだけトライできれば嬉しいなみたいなことを話でちょっと出たら、帰り際にスーツケースになんか韓国食材がびっしり詰まったやつをもらいました。果物の話は僕はめっちゃ嬉しかったです。嬉しかった。宿で食べな的にストロベリーとかメロンとかだったよね。いいえ。何でした？ストロベリーとブドウ。ブドウだ。シャインマスカット。そう。僕はあんまり果物って日本でいた時食べれてなくて、というのをずっと一人暮らししてるから、そういった果物お手入れとかめんどくさくて食べてないんですよ。だから韓国行った時に、もうそれは本当に嬉しかったです。ですが2番目の話は勘弁してよって感じでした。調味料食べてみたいですって話になって、僕は本当に文面としてもありますが、試せるぐらいでいいんだよってちゃんと送りました。お母さんが宿に来て準備したよって言われて行ったら、スーツケースの1箱分ぐらいあって、あった。すんごい重かったよね。そのまま帰ったんですね、お母さんが。何がこんな入ってるんだろうって思って宿に入ってきて、開けてみたらごま油これぐらいでいいのにもうこの500ミリぐらいとかあってて、そうしかもごま油で2種類とかじゃん、お味噌で 3,4 種類とか豊かなチョイスでした。いや温かい気持ちむっちゃすごく伝わるんですが、それを全部スーツケースにぎゅうぎゅうして20キロぐらいするのを、
ソウルのインチョンまで持っていて、成田行って、成田から家まで連れてくる。それが想像したら頭が痛くて、で、半分ぐらいは持ち帰ってもらいました。ちょっとだけね。お母さんにまた渡しました。ってなったよね。うん、これはどうだろう。ネットで事前に調べてた時も、よくフルーツとかお花をあげるとかっていう情報は持ってて、しかもなんか韓国は質より量って、質よりって言ったら悪いかもしれないけど、もう量というかインパクト勝負みたいな。でも日本は割とブランドのお菓子とか、老舗の和菓子とか、なんかサイズはそんな気にしないのが違うなって思った。確かに。これも傾向的な話ですよ。質を重視する人もいますよ。でその上で話しますと、確かに量がいっぱい持ってれば威圧感があるというか、そういうのは確かにイメージとしてあるね。それでもちろん迷惑かけたくていっぱいくれたんじゃなくて、歓迎の心で持ってきてくれたのは本当に理解してる。確かに。日本式で、これも傾向的な偏見に基づいた話ですけども、日本式で同じ状況だったら、例えばその百貨店でごま油のブランド品買って渡したかもしれない。でこの話と2つの話とも、僕は当時あんまり意識していなかったのですが、こうやって日本人彼女の末期の目線からすると珍しかったんだよね。珍しい。文化の違いって面白くて、自分って自分の文化のことを日本だけかなって見返す時間ってあんまないじゃないですか。そういったことを見てると、僕も日本に来てたくさん経験して面白かったなと思っていますし、こうやって皆さんにもお伝えできると嬉しいなって思いながら YouTube やっていますね。ということで、今回は韓国人彼氏のご両親に会って驚いた2つのことをお話ししました。こうやって日本とは違う文化にびっくりしながらも、僕もマッキーのご両親に愛情を感じましたし、マッキーも僕のご両親にご両親って言ったではなくて僕の両親に会って温かさを感じた。国とか文化とか価値観とか違うかもしれないんですけれども、人類の心の中にはこうやってつながってる懐情があるのではないでしょうか。はい。ということで、本日の動画は以上にしたいと思います。皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。では、パックンでした。アンニョーン。みゃみゃー